意地悪な人、意地の悪い人、陰険な人、嫌味な人っていうのはほぼほぼこの受動攻撃をあなたにしてると思って間違いないです。そしてあなた自身もついつい受動攻撃をしてませんかと、受動攻撃する人って嫌われるんですよ。すごい嫌なやつなの。要は意地悪な人なんですよ。なのでこの動画を見て、人間関係、自分自身の振る舞いも含めて考えてみてください。私が初めてこの受動攻撃もそういうパターンを持っていると相手の受動攻撃を引き出してしまうんですよ。そうするともっと人間関係が苦しくなっていくし、うまくいかないということが起きてきます。なので受動攻撃の解決の仕方は、まず一つは、皆さんこんにちは、心理栄養音楽療法の浜所こと橋本翔太です。今日お話ししたいことなんですが、パッシブアグレッシブパーソン、あるいはパッシブアグレッシブビヘイビア、日本語に訳すと受動的攻撃性、主導的攻撃性の振る舞い、受動的攻撃性の人、日本語で言うと受動攻撃っていうふうに省略される場合があるんですけども、この受動攻撃についてお話ししていきます。意地悪な人、意地の悪い人、陰険な人、嫌味な人っていうのはほぼほぼこの受動攻撃をあなたにしてると思って間違いないです。そしてあなた自身もついつい受動攻撃をしてませんかと、受動攻撃する人って嫌われるんですよ。すごい嫌なやつなの。要は意地悪な人なんですよ。なのでこの動画を見て、人間関係、自分自身の振る舞いも含めて考えてみてください。私が初めてこの受動攻撃という言葉を知ったのは、アメリカ人の友人と話している時に私の母親の問題についてシェアをしてたんですよ。そしたらその友人が私に対して、あなたのお母さんってすごいパッシブアグレッシブパーソンだね、受動攻撃をしてくる人だねって言われたんです。Your mom is very passive aggressive person って言われたんですよ。それを聞いて、パッシブアグレッシブってなんだと思ってそこが初めての知ったきっかけだったんですよ。日本ではあんまり使われてないんですけど、アメリカの方とか英語圏では結構パッシブアグレッシブ使われてて、結構あいつはパッシブアグレッシブだよとか、それってちょっとそういうパッシブアグレッシブなのやめてくれるなんていうふうに普通に会話の中で出てきます。本当に He's very passive aggressive とかって言ってやだなみたいな風に使われるんですよ。で、日本で実は日本人こそこの受動攻撃をしてくる人が多いんですけれども、なぜか日本ではあんまり概念として広まってないのでこの機会に知ってもらえたらと思うんですが、どんな人かっていうと、シンプルに言うと、直接コミュニケーションで言いたいことを言うことができればいいのに、それをしないでわざと間接的に受け身的な態度で相手を攻撃する、相手に対して受け身的な態度、間接的な態度で相手に対してアクションをする人たちのことをパッシブアグレッシブパーソン、受動攻撃というふうに言います。例えばですけども、無視するとかってもうまさに典型的な受動攻撃です。コミュニケーションにおいて相手に嫌だなと思ったり納得いかないなと思ったら、それを伝えることが一番大事なことですよね。ところがそれをせずに無視するっていう、これ日本人よくやるんですよ。メールの返信なんかもちょっとムッとしたことがあるともう無視して返事しないってやつね。非常に子供じみてるんですけども、こういうことをする日本人は非常に多いです。で、これがまさに受動攻撃の典型的な例です。本来であればちゃんとコミュニケーションの一環として言いたいことを相手に伝えるというのが正しいやり方なんですけども、それをしないのね。で、あるいはため息ついてみるとか、会話の途中の中でとかやる人いません？あなたやってませんか？逆に。あるいは会話の中でもあからさまに不機嫌になって、目も合わせなくなってふてくされた態度を取るとかね。これも受動攻撃、パッシブアグレッシブな振る舞いビヘイビアになってきます。これはアメリカの軍の中でもともと生まれた概念なんだそうです。アメリカ発の心理学用語なんだけども、アメリカってアーミー、軍隊があるじゃないですか。その中で上官に対して言いたいことを言えない、不服不満を言えない兵士がわざと仕事を遅らせたり、わざと上官に対して不機嫌な態度を取ったり、わざと、できないふりじゃないけどね、仕事ができないで困らせる、上官を困らせる、
みたいな振る舞いが続いたらしいんですよね。でそういうところからこの概念パッシブアグレッシブって言葉が生まれてきてるんですけども、日本でも仕事の場面とかにおいてね、そういう人っていませんか？わざと相手を困らせようとする、そこに意図があるわけですよ。わざとなんです。中には無意識にやっちゃってる方も多いんだけどね。でこれを続けているとですね、コミュニケーションがどんどん歪んでいって、少なくてもこれをしてくる人は嫌われます。だって意地悪じゃないですか。でその他にも皮肉を言ったり嫌味を言ったりみたいなのもそうですよ。なんかこう旅行に行ってきたんだとかって言った時に対して、なんかいいね、私なんかさ万年もう忙しくてさ毎日毎日働いてて羨ましいなみたいな感じでこうちょっと嫌味っぽく言う人っていますよね。これも受動攻撃なんです。で受動攻撃をしているとですね、当然相手から嫌われるし、している人も正しいコミュニケーションができなくなって自分も苦しくなっていきます。本来であれば伝えたいことを伝えてあげるっていうのが一番大事なんですよね。で受動攻撃の中にはあえて相手を褒めないみたいなのも含まれるというふうに言われています。そこまでいくとね、なんていうかな、全員に対して褒めなきゃいけないってわけじゃない。ちょっとそれはアメリカ的発想だなと思うんですけども、例えば昇進した相手に対してもなんかこうおめでとうとか言わないでみたいな感じで済ませる。でそれをねわざと相手の目の前でやるようになってくるとちょっとね受動攻撃的なところになってくるんですけれども、そこまで広い意味で使われるんですが、ここで皆さんにお伝えしたいのは、コミュニケーションにおいて自分の怒りや意見を直接相手に伝えないで、わざとこうなんかため息ついてみたり不機嫌になってみたり無視してみたりっていう風に直接の対峙を避けてね、人と人同士の直接の対峙を避けて自分で、コミュニケーションをねこう歪めて取っている人たちを受動攻撃っていうふうにここでは考えたいと思ってます。でこれをするようになるとね、やっぱり嫌われます。人が離れてきます。だって正直何考えてるか分かんないし、どうしたらいいか分かんないんだもん。こっちもなんかすげえ不機嫌だし、あの人ため息つくし返事も来ないし、どうしたらいいのみたいなのあるじゃないですか。なのでまずどうしたらやって解決していくなんですけども、受動攻撃をしてくる方に対してね、もしもその方が自分にとっての重要な存在でなかったり、あるいは距離を置いても問題ない人だったら、やっぱりね距離を置いた方がいいと思います。相手を変えることできないからね。相手の受動攻撃っていうのはその人が子供の頃から身につけたコミュニケーションのやり方なので、私たちが相手を変えることってできないんですよ。だからその人と一緒にいて自分自身が苦しいなとかよく分かんないなとか気分が悪いなと思ったら、やっぱり一定の距離を置いてね接するっていうのが大事です。でその上でどうしても避けられない人間関係ね、仕事の中でもね、後輩同僚上司なんかの付き合いの中で受動攻撃をしてくる人がいたら、解決策としては直接聞くってことなんです。実はあなたから直接対峙を持ちかけるってことなんです。つまりため息とか言われたら、そのため息の意味ってどういうことって、ため息だと分かんないから具体的に何を思ってるのっていうふうに聞いてみたりとか、あるいは無視して返事が来ないっていう場合には、ちょっとお返事いただいてないんですけども、これはどういうふうにしていったらいいでしょうかとかっていうふうに、仕事だったら聞いてみるとか、友達だったら、返事来ないんだけども、どういうふうにしたらいいとかっていうふうに、あるいは何か言いたいことあるのっていうふうに聞いてみるってことね。受動攻撃をしてくる人っていうのは直接のコミュニケーションが怖いので怖がってる人なんですよ。でね、受動攻撃される側も怖いと思っちゃうんだけども、受動攻撃してくる人こそコミュニケーションを怖がっているので、円滑にっていうかね、コミュニケーションを進めていかなきゃいけない関係性においてね、仕事なんかで関わらなきゃいけない場合には直接聞くということをあなたから持ちかけるってことです。でそうすれば相手は受動攻撃をそれ以上できなくなるじゃないですか、ね、相手の受動攻撃を封じ込めることができるので、それが一つの解決策にはなってきます。ただ受動攻撃によって攻撃してくる人って相手を選んでやってくる人もいるんですよ。もちろんさっきの例みたいにアメリカのね軍隊の中で上官が怖いからできないって場合もあるんですけども、他の動画でもお話ししてる支配して
支配されてしまうタイプの人、マインドコントロールされてしまうタイプの人みたいな風に、あなた側もその受動攻撃をしてくる人を受け入れてしまうような態度、資質があると、相手がどんどん受動攻撃してきます。特にね、その相手がこう不機嫌になったり、ため息ついてみたりっていうのをおろおろしてね、どうしたの、大丈夫かな、なんていう風にこう相手の機嫌を取りに行ってしまったりすると、相手の受動攻撃をエスカレートします。これ実はね、親子関係の中でもこの受動攻撃を子どもの頃からたくさんされてきた人っていうのが多くてですね、その癖が残ってると大人になってからも受動攻撃してくる人に捕まりやすいです。私もね、自分の親子関係の中で親が受動攻撃をしてくるタイプだったので、まさにそのパターン持ってたのでね、すごくよくわかるんですけども、結局親子関係においてもお母さんの機嫌を取らなきゃいけなかった、お母さんが機嫌悪いから自分が頑張らなきゃいけなかったとか、あるいはこう直接何か言われるわけじゃないんだけど目を合わせてくれないとか、ため息つくとかね、そういう風なコミュニケーションを子どもの頃から繰り返された人っていうのは、自分も受動攻撃をしやすくなります。親から学んだ無意識のコミュニケーションが受動攻撃だから。だからあなたも受動攻撃しやすいし、かつ受動攻撃されやすいんですよ。なんでかっていうと、不機嫌な人がいたり、無視するとかね、機嫌が悪い人いると気になっちゃうわけ。あなたが自分から気にしに行っちゃうわけね。これは他の動画も見てもらいたいんですけれどもね、そういうパターンを持っていると相手の受動攻撃を引き出してしまうんですよ。そうするともっと人間関係が苦しくなっていくし、うまくいかないということが起きてきます。なので受動攻撃の解決の仕方は、まず一つは、もしもね、そんなにその人と深く関わらないで済むのであれば距離を置くってこと。受動攻撃を相手してくるってことは、ある意味あなたを甘く見てるというかね、あなたを試してきてるっていう可能性もあるわけですよ。あなたがものすごく怖いからって場合もあるんだけどね。でも距離を置ける場合には距離を置きましょうってことね。でその上で2つ目の解決策は、あなたから直接対峙を持ちかけるってこと。あなたからコミュニケーションを取りに行きましょうってこと。それはどういうことですかとかね、どう考えてるんですかなんていうふうに直接のコミュニケーションをあなたから発信するということ。この2つになってきます。その上であなたが気をつけなきゃいけないのは、あなたも受動攻撃をしないようにしましょうってこと。伝えたいことがあるのであればちゃんと伝えるってことね。丁寧な言葉で伝えれば相手に伝わりますからね。ちゃんとあなたからコミュニケーションを直接取るようにしてみるっていうのはすごく大事な部分になってきますね。そしてもう一つ考えなきゃいけないのは、あなたの周りに受動攻撃をしてくる人がたくさんいたら、あなたの中に受動攻撃を受け入れる資質がないですかってこと。つまり相手の機嫌を気にしてしまったり、相手のことを気にしすぎてしまったり、他人の評価が気になったりとかね、不機嫌な人がいると自分から気にしに行っちゃうとかね、そのことは動画で他で撮ってますからね。支配されやすいパターンの人とか、他人の評価とか他人の視線が気になっちゃう人なんていうのは、この受動攻撃を受け入れやすいタイプの人なので、そのタイプの人は受動攻撃されやすくなります。だからそこはあなたができる改善点なので、自分から改善していってみましょう。またね、このパッシブアグレッシブビヘイビアね、パッシブアグレッシブパーソンについては、受動攻撃については動画を撮っていきたいと思いますので、またね、お会いしましょう。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。またこんな話していきます。それからですね、この動画いいなと思ったらお友達にも紹介してもらえるとすごく嬉しいです。あとはね、他の動画もね、ぜひ見てみてください。全体的にすごくね、つながってますのでね、何本も見るうちに腑に落ちることがあると思います。はい、今日は以上になります。橋本翔太でした。